今回紹介するプラグインは EMUS ハーフトーンです。このプラグインを使えば簡単にポップなアメコミ風のハーフトーン表現を実現することができます。もしシェイプレイヤーのリピーターを使ってこの表現を再現しようとするとかなりの手間と時間がかかってしまいますよね。ですがこのプラグインを使えば作業効率が大幅にアップします。映像制作の時短ツールとしても非常におすすめなのでぜひ最後までご覧ください。今回紹介する EMUS ハーフトーンはフラッシュバックジャパンの直近のセールで2023、2024と2年連続でトップ10にランクインしています。他のラインナップを見ればどれだけ人気なプラグインか分かります。まずは値段の情報です。 AE スクリプツのサイトで見てみましょう。 EMUS ハーフトーンで検索をかけます。約20ドルで販売されています。日本円で約3100円ぐらいです。では早速 AE の作業画面で EMUS ハーフトーンを触っていきましょう。まずこのようなイラストを用意しました。まずこの画像をプリコンポーズします。名前はイメージとしておきます。まずはこのコンポジションに単純に EMUS ハーフトーンを適用してみましょう。適用すると画像が粒子化され白黒のハーフトーンに変換されました。もうすでにいい感じですね。このような表現をシェイプレイヤーのリピーターで作成するのは非常に手間がかかりますよね。この時点でエフェクトの効果がいかに強力であるかが実感できると思います。それではエフェクトコントロールで調整可能なパラメータを確認していきましょう。調整できるパラメータは6つです。構成がとてもシンプルで扱いやすいのもこのプラグインの魅力の一つです。まずは一番上のシェイプではハーフトーンの形状を選択します。選択できるのは丸、四角、ラインの3つです。粒子の形状が変更されているのが分かります。その下のドットサイズでは粒子の最大サイズを調整します。ここで気をつけなければならないのは粒子のサイズはあくまで適用した画像の明るさによって決定されます。このドットサイズでは全体のスケールを調整できます。パラメータをスライドして数値を大きくしていきましょう。全体のスケール調整なのでこの粒と粒の間隔を空けたい場合は適用する画像を明るくする必要があります。このコンポジションパネルのロックをかけてイメージのコンポジションの中に入りプレビューを2画面にします。2画面にすることで結果を見ながら元画像を明るくできます。画像を選択してエフェクトのレベル補正をかけます。レベル補正の黒出力レベルを上げていきます。左側のトーンの粒子に注目してください。元画像が明るくなるに従い粒の間隔が空いていきます。画像の明るさで粒の大きさが変わります。エフェクトをリセットして元に戻します。この粒子が大きく間隔が詰まっている部分は画像でいうとピンクや黒の暗い部分に該当します。ハイライトを持ち上げてもこのピンク部分は明るくならないので該当部分の粒子に変化はありません。もっと言うとガンマの数値を上げてもこのピンク部分には変化がないので注意が必要です。元画像を明るくするといっても該当箇所が明るくならない限りは粒子に変化はないので注意してください。それではエフェクトをリセットしてパラメータの続きに戻ります。次のパラメータのローテーションは粒子の回転です。その下のオフセットでは粒子をスライドすることができます。その下のアルファでは粒子以外の白部分を透明にすることができます。その下のサンプリングではハーフトーンサイズの算出方法を選択できます。バイリニアとニアレストから選ぶことができます。バイリニアは対象のピクセルと隣り合ったピクセルの値を利用して滑らかな補完を行います。より滑らかで自然な表現になります。ニアレストは対象ピクセルの値をそのまま使用します。補完を行いません。ピクセルのエッジがギザギザしてレトロなドット感が強調されます。イメージが変わりますのでお好みで選択しましょう。これでパラメータの説明は終わりです。パラメータが少なくてとても分かりやすいです。先ほど言ったように粒子のサイズは適用した画像の明るさによって決定されるというのがこのプラグインの肝です。今度は説明が分かりやすいようにこのようなカラーバーを用意しました。イメージのプリコンポジション内に入れます。上の段は黒から白のグラデーション、下の段は RGB の3原色です。エフェクト適用後の上の階層に行ってみましょう。
コンポジションパネルをロックして2画面にします。これを見てみると一目瞭然です。上の段の黒から白のグラデーションを見ればわかるように明るさが上がり、白に近づくと粒子は小さくなっています。白付近では粒子が完全になくなっています。逆に暗くなっていくと粒子が大きくなっています。黒付近では粒子がくっついて黒で塗りつぶされています。ではここでエムズハーフトーンのパラメーターのドットサイズを変更してみましょう。ここではドットサイズがテクスチャー全体のスケールを変化させているということが分かります。元に戻します。そしてさらに大事なことは下の RGB 部分に注目してください。これにエムズハーフトーンを適用するとこのように粒子の大きさに違いが見られます。緑部分の粒子が小さく、青部分の粒子が大きくなっています。これは色がもともと持っている特性で、緑は明るく感じられ、青色は暗く感じられるためです。このカラーバーをチャンネルシフトでメイドチャンネルに変換してみましょう。すると RGB が同じレベルのグレーになりました。この RGB は同じ明度の数値を持ったものであることが分かります。では今度はこれを輝度チャンネルに変えてみましょう。すると RGB で輝度の差が見られました。輝度はもともと色の持つ明るさを考慮した値なので、このように数値の違いが生まれます。チャンネルシフトをオンオフしてみても何も変化しないです。ここからエムズハーフトーンが画像の明度ではなく輝度チャンネルによって加工されていることが分かります。これを頭に入れておくことも大事です。人間が認識する明るさの違いを考慮して加工がされているのです。なので適用する画像の青部分は暗いと判断されますし、緑部分は明るいと判断されます。もしメイドチャンネルを使って加工してほしい場合はチャンネルシフトなどで前処理として画像をメイドチャンネルに変換しておく必要があります。では簡単に実践をしていきましょう。ここにレイヤースタイルで作成した球体の絵があります。これにエムズハーフトーンを適用します。再びコンポジションパネルをロックして2画面にします。先ほどはプリコンポジション内でレベル補正で画像を調整しましたが、エフェクトコントロールのエムズハーフトーンよりも上で加工しても OK です。エフェクトは上から順番に処理されるので、エムズハーフトーンより上にあるエフェクトは前処理になります。今回はトーンカーブと露光量で調整します。ハーフトーンの粒子の具合を好みのものに近づけるようにトーンカーブと露光量で輝度を調節していきます。いい感じです。もともとハーフトーンとは印刷技術の一つで画像やイラストをドットで表現する方法です。漫画や印刷物で使用されるこの技法は限られた色数でグラデーションを表現する目的で発展しました。この球体を見てわかるように黒一色のドットの密度で目の錯覚を利用して濃淡を再現しています。現代におけるハーフトーンの表現はレトロな印象や漫画っぽいテイストを加える映像表現に活用されます。ではここに色をつけましょう。色をつける場合はこのエムズハーフトーンより下の後処理としてつけます。例えば CC トナーを使用して色をつけます。ハイライトを赤色にしましょう。このようなハーフトーン表現ができました。もしくは右側の元の画像と合成したい場合はここに CC コンポジットを適用します。このエフェクトは元の画像を上に重ねることができます。描画モードを変更して合成してあげましょう。描画モードを上算にします。これで元のグラデーションにトーンを合成できました。このようにパラメーター自体はシンプルでも前処理で画像加工を行ったり後処理で色付けをすることが重要です。では基本の説明ができたので最後にハーフトーンを作成するコツを解説します。ここにイラストとアイコン、テキストのレイヤーに分かれているコンポジションを用意しました。まずここにバックグラウンドの制作をしてみましょう。新規で平面を作成します。ここにエムズハーフトーンを適用します。何も変化が起きません。当然です。真っ黒の平面に適用したからです。輝度で粒子の大きさが決まるのでエムズハーフトーンを適用する前処理で明るさを調整しましょう。エフェクトの塗りを適用します。適用順をエムズハーフトーンよりも上にします。塗りで輝度を上げていきましょう。すると粒子の大きさが変わります。ですが粒子の大きさは一定です。これも当然ですね。
単色の平面では輝度が一定なので粒子の大きさに変化はありません。これでは面白くありません。なのでここに濃淡をつけていきましょう。ここに4色グラデーションを適用します。適用順はエムズハーフトンよりも前処理になるように上に配置します。塗りは削除してしまいましょう。グラデーションの様子が分かりやすいようにエムズハーフトーンは一旦オフにします。グラデーションが分かりやすいように4点のポイントの色を白と黒にします。今回は対角線上になるように白と黒を配置します。前処理で陰影がつけられたのでエムズハーフトーンをオンにします。ここで4点のポイントを動かしてトーンのイメージを調整しましょう。ここに後処理として CC トナーで色をつけましょう。デュオトーンに変更してハイライトとシャドウ部分に好きな色を設定してください。ハーフトーンのシェイプをスクエアに変更してサイズを50に変更します。背景はこんな感じでいいでしょう。前処理でグラデーションをつけることがポイントですね。ではここで応用編として前処理でフラクタルノイズを適用してみましょう。 CC トナーとエムズハーフトーンをオフにしてグラデーション部分を表示させます。ここにエフェクトのフラクタルノイズを適用します。ではエフェクトの適用順を前処理の位置に移動させます。コントラストを250に変更します。明るさをマイナス40に変更します。アニメーションをつけるために展開にエクスプレッションでタイム ×360 と入力します。このようなノイズのアニメーションがつけられました。では再びエムズハーフトーンと CC トナーをオンにしてあげましょう。するとこのようにハーフトーンにアニメーションをつけることができました。皆さんもグラデーションにアニメーションをつけていろいろなアニメーションを試してみてください。ここではフラクタルノイズは削除します。それではこのバックグラウンドはレイヤーの一番背面に配置します。名前も変更しておきましょう。次に加工するのはテキストです。このテキストというコンポジションがテキストのレイヤーです。テキストにはテクスチャーとしてハーフトーンを貼る場合は先ほどと同じように4色グラデーションなどで濃淡をつけてもいいです。やり方は先ほどのバックグラウンドと同じですね。4色グラデーションのポイントを調整します。ここにエムズハーフトーンを適用します。明るさを調整するために露光量を適用します。適用位置を上に移動させます。露出を 0.9 にします。オフセットをマイナス 0.15 にします。ここに CC トナーを適用して色をつけましょう。ディオトーンに変更して好きな色をつけてください。今回はハイライトに黄色、シャドウ部分にはオレンジを指定します。露出を0に戻します。これでハーフトーンを利用したテクスチャーを適用できました。今度はテキストにベベルなどの立体物としての陰影をつけてハーフトーンに変換してみましょう。 CC トナー、エムズハーフトーン、露光量をオフにします。4色グラデーションを削除します。ここにエフェクトのベベルアルファを適用します。レイヤースタイルを使用してもいいですが今回はエフェクトでベベルをつけます。エフェクトの適用順を上に移動します。エッジの太さを30に変更します。ライトの強さを 1.0 にします。エムズハーフトーンをオンにします。 CC トーンもオンにして色をつけます。ドットサイズを10にします。文字押し出されたように陰影がつけられました。プロジェクトパネルへ行きこのテキストのコンポジションを複製します。タイムラインのレイヤーも複製してレイヤーをイラストの背面に持っていきます。プロジェクトパネルで複製したコンポジションを選択してコンポジションを置き換えます。コンポジションの名前をアンダーバーシェードという名前にします。このレイヤーでテキストの影を作っていきます。このコンポジションにかかっているエフェクトを全て削除します。このコンポジションを適当に右下にずらします。コンポジション内に入ってテキストを直接加工していきます。全てのテキストのシェイプにエフェクトのグラデーションをかけます。各テキストが右下が黒になって左上が白になるようにグラデーションを調整します。上の階層に行きこのコンポジションにエムズハーフトーンを適用します。サイズを10に変更します。アルファをオンにします。エフェクトから塗りを適用して色をつけます。色はスポイトで画面の青にしておきます。テキストはこんな感じでいいでしょう。次に AE のアイコンを加工します。ここではレイヤースタイルを使用してみましょう。アイコンのコンポジションを複製します。
コンポジションパネルでもコンポジションを複製します。名前をアンダーバーシェードと付けます。タイムラインのコンポジションと置き換えておきます。コンポジションの中に入ってレイヤースタイルでアイコンを装飾していきます。まずレイヤースタイルにベベルをかけます。ベベルのサイズを18に変更します。シャドウの不透明度を 100% にします。カラーオーバーレイは白で、境界線はサイズを 6.3 にしておきます。今設定したレイヤースタイルを座布団のシェイプにコピーします。数値を変更していきます。ベベルのサイズを110に変更します。カラーオーバーレイを 70% グレーにします。境界線は削除します。では上の階層に行き、このコンポジションにエムズハーフトーンをかけます。サイズを10に変更します。描画モードをソフトライトで合成します。こんな感じでいいでしょう。それでは最後にイラストに陰影をつけましょう。イラストにはグラデーションを使って雰囲気でトーンを貼ってもいいですが、今回は Photoshop で陰影をつけてそれを適用してみましょう。Photoshop に移動してイラストを開きます。今回は女の子のイラストに陰影をつけていきます。新規レイヤーを作成して、ここに黒のブラシで陰影をつけます。かなり大雑把でいいですし、トーンの粒子の大きさなどは後で調整できるので安心して挑戦してみてください。イラストの選択範囲を取り、白で塗りつぶします。影の部分はイラストでマスクしてはみ出ないようにします。ではこれをピングで保存します。名前はアンダーバーシェードで保存しておきます。ではこのピングを AE にインポートします。イラストのレイヤーを複製し、これと置き換えをします。この影のレイヤーにエムズハーフトーンを適用します。サイズを24に変更します。アルファをオンにします。描画モードをソフトライトに変更します。かなり大雑把な仕事だったと思いますが、それっぽくなりました。これと同じことを左のイラストにも適用したのがこちらです。いかがだったでしょうか。今回はエムズハーフトーンについて解説してきました。このように漫画っぽいテクスチャーを簡単に作成することができます。ポイントは前処理でグラデーションやベベルなどで陰影をつけて、エムズハーフトーンでハーフトーンに変換し、後処理で CC トナーなどで色をつけるというところです。もちろん陰影を動かしてあげればアニメーションにも対応しますので、ぜひ皆さんも自由に表現してみてください。決して高くないプラグインであることが分かったと思います。人気の秘密が分かったような気がしました。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。